さあ、今回はですね、mRNA ワクチンをめぐるちょっと深い話をしていきたいと思います。規制当局に提出されたデータ、その資料の中に一体何が書かれていたのか、特に日本とアメリカ、違う国に出された書類にもし違いがあったとしたら、その謎に迫っていきます。ワクチンは注射した腕の筋肉に止まります。これ聞いたことありますよね。多くの方がそうだよなって信じていた。まあ、いわば公式の説明でした。でもですよ、水面下で、規制当局、つまりお役所に提出されていた内部の文書も本当に同じことを言っていたんでしょうか。今日見ていく資料っていうのは、まさにその一点に光を当てるものなんです。ワクチンが世に出る前、一体どんなデータが共有されていたのか、早速一緒に見ていきましょう。はい、まずこの問題を理解する上でめちゃくちゃ大事なキーワードが出てきます。それが生内分布。ちょっと専門用語っぽいですけど、一体どういう意味なんでしょうかね。この生体内分布っていうのは、要するに薬とかワクチンが体の中に入った後、一体どこを旅してどのくらいの時間そこにいるのかっていうのを調べることなんです。例えるなら、ネット通販で頼んだ荷物ってありますよね。あれがちゃんと目的地に届くだけじゃなくて、配送センターから出て、どのトラックに乗って、どの道を通って家まで来たか、その全ルートを GPS で追跡するようなイメージです。薬の安全性を確かめるためには、もう絶対に欠かせない、ものすごく大事なプロセスなんですよ。さて、ここからが本題です。この話の一番の肝になる部分。それは、ファイザー社が同じ一つの実験について、なんと2つのちょっと違うバージョンの報告書を提出していたという点なんです。まさに一つの話に2つのバージョンがあったという状況ですね。片方は日本の規制当局である PMDA、医薬品医療機器総合機構に提出されたもの。これは2021年の初めには特に黒塗りもなく公開されていました。で、もう一方がアメリカの FDA、食品医薬品局に出されたもの。こっちはですね、裁判所の命令が出るまで公開されず、2022年になってやっと出てきたんですが、見ての通り、大事なところがごっそりと黒く塗りつぶされていたわけです。そこで、カナダのワクチン学者、バイラム・ブライドル博士という方が、この2つの文章をですね、徹底的に比べたんですね。そうしたら、これどういうことって説明が必要な4つの大きな違いが見つかったんです。まず1つ目。これはマウスの体の中を特殊な光で撮影した画像です。ワクチン成分がどこにあるかを光で示す、まさに体の中の光地図みたいなものですね。で、この分析によると、アメリカの FDA に出された画像、これ日本のものと比べると、なんだか回転させられて、暗くされて、しかも一部が切り取られているように見えると。なぜかというと、ちょうど切り取られたあたり、腎臓とか副腎のあたりがピカッと光ってるんですね。つまりそこにワクチン成分が集まっているっていう大事なサインを隠すためだったんじゃないかと指摘されているわけです。そして2つ目、今度はワクチン成分が体の中にどれくらいの期間とどまるのかという点です。FDA の文書にははっきりと9日目までには信号は消えましたと書いてあるんです。でも驚かないでくださいね。その証拠であるはずのグラフ、肝心のデータがこれ、見ての通り真っ黒けに塗りつぶされてるんですよ。これじゃあ何もわからないですよね。じゃあ、黒塗りされてないグラフはどうなってるのか。はい、こちらが日本の文書にあったありのままのグラフです。これを見ると話が全く変わってきます。ブライドル博士の分析によれば、9日目の時点でも信号は全然消えてない。明らかにバックグラウンドのレベルよりも高いままなんです。これって FDA の文書にあった信号は消えましたっていう結論と完全に矛盾してますよね。3つ目はさらに衝撃的です。FDA の文書を読み解いていくと、これまで知られていなかったラットを使った初期の研究があったことが分かったんです。で、この研究、実は途中で中止されてるんですね。なぜかというと、投与したワクチンの毒性が強すぎたから。具体的には、ラットの体重が急にガクンと減って、実験に使われたオスラット3匹のうち1匹がわずか30時間で安楽死させられるというかなり深刻な結果だったんです。でもこのめちゃくちゃ重要な安全性の話が、なんと日本の PMDA に提出された文書には一切書かれていなかったとされているんです。そして4つ目。
これはワクチンの有効成分を細胞まで届けるためのいわば運び屋、専門用語で言うと脂質ナノ粒子 LNP の話です。これが体の中でどう広がるかというデータなんですが、日本の文書だとオトとメスのデータがごちゃっと一緒にされていました。で、そのグラフを見ると肝臓の中の濃度は48時間後にはだいたい横ばい。ああ、ここでピークを迎えたんだなというふうに見えますよね。ところがです。こちらがオスとメスをちゃんと分けて表示した FDA の文書のデータです。そうすると全く違う景色が見えてくる。なんとオスでは濃度が下がり始めてるのに、メスの肝臓では最後の測定ポイントである48時間後になっても濃度がぐんぐん上がり続けていたんです。データを混ぜこぜにしちゃうと、このメスだけで起きていた現象が見えなくなってしまっていたということなんですね。ここまで4つの違いを見てくると、やっぱり疑問が湧いてきますよね。これって単なるうっかりミスだったんでしょうか？それとも何か特別な意図があったんでしょうか？報告書はこれらがバラバラの出来事ではなく、組織的な動きだった可能性を指摘しているんです。このタイムラインが報告書が主張する一連のやり取りを時系列でまとめたものです。まず、2021年6月、マロン博士が日本のデータをもとに FDA のピーター・マークス局長に直接懸念を伝えたそうです。ところが、マークス局長は追加のデータも見たけど心配するようなことは何もなかったと回答したとされています。そしてその翌年、裁判を経て FDA が内部文書、いわゆるファイザー文書を公開始めます。そして最近の会議ではファイザーの担当者が、この生体内分布データの操作は FDA が完全に知った上で行われたと発言したとされているんです。この流れが組織的な動きがあったのではという疑惑を深めているわけです。さあ、これらの点を踏まえていくと、私たちはある非常に重い問いにぶつかります。それは、公衆の信頼、そして誠実さという問題です。つまり、私たちの前には全く異なる2つの物語があるわけです。一つは、これまで公式に語られてきた、いわば表の物語。ワクチン成分は腕にとどまってすぐに消えますよ。安全性データも全部オープンですよ。という話。でも、もう一つは、今回見てきたような内部文書の断片をパズルのようにつなぎ合わせると浮かび上がってくる裏の物語。成分は全身に広がって肝臓や卵巣のような臓器に集まる。データは操作され、重要な安全性のサインが意図的に隠されたかもしれないという疑惑に満ちた物語です。同じ一つの製品について、違う国の規制当局に出された公式文書が、これほどまでに違うストーリーを語っているように見える。この事実は、私たち市民の信頼というものに対して、一体何を意味するんでしょうか。今回見てきたこの分析は、薬が承認されるプロセスの透明性、そして誠実さという非常に根本的な問題を私たちに突きつけています。科学的な安全データそのものにこのような食い違いがあるとしたら、私たちは一体誰を、そして何を信じればいいんでしょうか。これは私たち一人一人がこれから考えていかなければならない本当に重い問いなのかもしれません。